背景に入れた暖色の色がとても綺麗で気に入ったので、この色の花が欲しいなと思いますので、今回はアジサイが綺麗な季節になってきましたので、アジサイの静物画を気ままなスケッチということで描いていきたいと思います。モチーフ写真とかはなくてですね、今想像で描いています。カップにアジサイが挿してあって、近くにレモンが転がっているという生物を想像して描いています。お水を全体に引いてですね、でなんとなくアジサイの色っぽい色をつけていきます。青や紫やイメージですね。あと影の色などにもこの色を入れていきます。周りの色にこの暖かい色をですねぶつけたくなりましたので思い切って入れています。アジサイの色が寒色なので、やはりどうしても暖色暖かい色が欲しくなるっていうんですかね。なんでこの色をねちょっと入れていきます。で花瓶の方にもですねこの色を入れていきます。あと影とかにこの色をですね全体に色を飛ばしていきます。まだはっきりとした絵の構造がちょっと頭の中にないので、色を置きながらどんな絵にしていこうかなという感じでなんか思いついた色をですね周りにこんな風に塗っています。お水引いてますのでこんな風にですね、ウェットンウェットで色を入れていきます。であとは基本のこの影ですね、光と影を意識しながら絵をどんどん進めていきます。アジサイの下の色が濡れているうちに濃い花の色もですね入れました。そしてここで一旦乾かして、でこの後細かくですねアジサイの花の形を作っていきます。花を細かく描くというよりは、花の影のところに色を入れて形をですね作っていく、立体感を出していくという描き方をします。青に少し暗い色を入れながらですね、暗い青の色を影に入れていきます。明るい方にはあまり入れずですね、暗い方、一応右側が影になっていますのでそっちの方をね入れていきます。でどんどん暗い色を入れて立体感をですねどんどん出していきます。ポイントは全部埋めないことですね。明るいところ色を残しながら暗い色を差し込んでいくとお花があるように見えていきます。でどんどん暗くしてですねちょこちょこと暗い色を入れていくとアジサイの花の雰囲気がですねこのように出てきます。で花瓶の位置、花器の位置がですね決まってきたので、ちょっと影をこんな風にですね入れていきます。まだちょっと影の色をですねどんな感じの色にしようかっていうのがまだ決まってなくて、なんとなく暗い色を入れています。そして、今花瓶にちょっと黄色い色などですね入れていったんですけども、黄色の色はやはり紫に対して補色になるので欲しいなと思うので、ちょっと黄色をね入れていきます。で葉の色を入れてアジサイの形をですね出していきます。こんな風にですね葉を入れて周りをね塗っていくとお花の形が出てきますね。で葉の色はちょっと暗めの色で、花の明るさをですね出していきたいなと思っています。この辺にもですね葉っぱをちょっと出して形を作っていきます。アジサイとアジサイの間もちょっと暗い色を入れてですね境界線を作っていこうかなと思います。アジサイの下にも、葉のような影のような暗い色を入れて、下からもですねアジサイの形を浮かび上がらせています。で塗ったらぼかして
という感じで、牡蠣の立体感もですね出していきます。で葉っぱが欲しいなと思うところにですねどんどんこの色入れていきます。でそしたらこの緑がですね全体にあった方がいいなと思いますので、バランスよく全体に入れていきます。レモンの影の方にですね入れていきます。でそして頭の中にだんだんこう牡蠣の色がですね茶系の何ですかちょっとこう壺みたいな感じっていうんですか陶器みたいなイメージがいいなって頭の中に出てきたのでちょっとね陶器のイメージを作っていきたいと思います。でレモンの色がちょっとこの辺で感じたくなったので色をね垂らしておきます。で影をね、ちょっと紫陽花の下にも影がつくなと思ってきたので少し影を膨らませます。で一旦乾かしてここで私はちょっと途中でですね下書きをもう一度入れます。イメージがだんだんできてきまして紫陽花をねもうちょっとたくさん作りたいなともうちょっと紫陽花の花増やしたいなと思ってきたので、色の違ったね紫陽花の花を増やします。そしてこの牡蠣の、位置もですねはっきりしてきたのでもう一度暗い色をねはっきりとこのように、接地面のところにですね暗い色を入れていきます。ちょっとねここはやはりはっきりした方がいいかなと思いますね。レモンの方もここが下っていうふうにもう決めようと思いましたので入れました。そして陶器の重いイメージをですね作っていきたいと思いますので暗い色を入れました。レモンのはみ出した黄色は光の色にしてしまおうと思いますのでちょっとこんな風にですね明るいところに伸ばしていきます。紫陽花のね影ももうちょっと入れます。そして周りをですね周りを塗って、また別のお花をですね浮かび上がらせたいと思います。この背景に入れた暖色の色がとても綺麗で気に入ったのでこの色の花が欲しいなと思いますのでこの色をねこのままお花にしてしまおうと思います。周りに暗い色を塗ってですねこの赤い花を浮かび上がらせます。で葉っぱも一緒に避けて葉の形もですね作っていきたいと思います。でそれとテーブルの位置もねだんだん決まってきたのでこのぐらいにしようかなと思ってますのでテーブルの線を引いてその上のところまでですね暗い色を入れました。で、赤い花にもですねちょっと影を入れます。赤いピンク系の紫陽花のイメージでいいかなと思ってですねちょっと右側下に、赤い紫系の影をですね入れていきます。影を入れると、お花になっていきますね。はい、でもうかなりもう8割絵が出来上がってきてますのでしっかり暗い色をですね固めていきます。レモンの立体感も出していきます。緑のね色を少しかけて若々しいレモンの色にしようかなと思いながらちょっとここにオレンジをですねなんか入れたくなりましたので入れてます。で紫陽花のですね影を入れて花にしていきます。紫陽花の色がですね影にも入るようにしています。でレモンの形を、しっかりと決めたいので周りにですね暗い色をちょっと置きます。でここは影のところは暖色入れたり寒色入れたりとしてですねちょっと複雑な影の色にしています。でこのお花がですねなんとなく形がバラっぽくなったので最後バラでもいいのかなと思いました。こんな感じで仕上げにしたいと思います。メンバーシップ限定の投稿の方が毎月一つ課題を決めて、
動画を投稿するというお約束になっていますので、そちらが優先になるんですけれども、このようにフリー動画の方もまた投稿できたらなと思っています。メンバーシップは YouTube で水彩画教室に通っているようなお勉強をしようというのがコンセプトになっています。初心者向けの一からの内容になっていますので、ご興味ありましたらぜひご参加ください。それではこの度も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。